日かと恐れていた。いつの日かと夢見ていた。心目覚め翼広げて旅立つ日だぐら。己つなぐ鎖断ち切り心縛る闇を切り裂く光の戦士だぐら。目指せ遥かな地平。さらば優しき日々をもう戻れない。もう帰れない太陽の牙だぐら。デロイヤの同胞諸君、もし手元にワインがあるならすぐに栓を抜いていただきたい。たとえ味は地球のものに劣っていようとも、今日のワインの味わいは格別なものであると信じる。デロイヤの独立を願って我々は立ち上がった。そしてこのパルミラの大地から地球勢力及びその傀儡であるホルシュタイン勢力をも一掃した。我々は断言する。我々こそがデロイヤの人民の意志を代表するただ一つの勢力であると。我々はここにデロイヤ解放人民政府の樹立を宣言する。そして不幸にしてデロイヤに2つの政府ができた。だがいずれが正しいかは人民及び歴史が必ずや証明するであろう。 SC153 11月7日。補佐官、ここでドガ奪回に地球連邦軍の参戦を仰げば、デロイヤ州内の反対勢力にやはりデロイヤ州政府は地球の肝入り傀儡だとそしりを受けよう。ですから何だと言うんです。つまりパルミナなどこのデロイヤでは未開拓地域だ。この辺境の都市の一つなどゲリラに捕らえたとて何ほどのことがある。辺境と言われるが、パルミナはデロイヤの穀倉、いや地球の穀倉地帯です。今や食物は重要な戦略物資。そのパルミナの中心都市ドガを落とされ、アマツさえその地で人民政府の樹立宣言を許したのです。これはすでに一デロイヤ州の事件などでなく、地球連邦全体の問題なのです。そしりを受けるのなんのとメンツを問題にしている時ではありますまい。その地球連邦の一員として責任を持ってドガは8軍が奪回する。まだ8軍にその力が残っておりますかな。パルミナで戦死したマノン中佐率いた部隊は8軍の精鋭中の精鋭。それがスタンレーで敗れ、ドガオも守れず壊滅したではありませんか。君に軍事面で指図は受けん。なるほど、私は軍事は素人です。だがその素人の目で見ても解放軍の勢い侮りがたいものがあります。素人目にどう見えようとゲリラどもに比べ戦力装備ともに我が8軍の優位は動かん。怖いのは既成事実です。今は手段など選んでいる時ではありますまい。だから地球連邦軍の支援を仰げというのか。これはデロイヤ州の内政問題だ。私はデロイヤ州の代表だ。君ごときの指図は受けん。地球連邦軍要請は私の意見ではありません。閣下の方針です。閣下はご病気中だ。ご意見を伺うわけにはいかん。
そったれ。ああ、もう。ああ、退屈ばい。何倍しょっとか。見りゃわかるだろう、道具の手入れよ。飽きもせずよく可愛がるこった。おめえはそれさえあれ嫁さんいらねえな。嫁さんも銃も普段の手入れが肝心なのよ。おめえも少しは見習え。ベレなーにー、どこにおったかよ、おい。そげらんところへ潜り込んで何場所っとか。チェスだよ。んだなせ、んだばと、んだなせ。おめえも退屈なら駒やってみっか。いい若えもんが真っ昼間からアホ面こいてよ。チェスなんかできるか。ジョルジはここを使うもんはダメなんだったよね。何倍言おっとか腐れけどが。ハクルおじい。何ですかジョルジュさん。退屈で死にそうばい。町へで行ってみんか。せっかくですがあれがちょっとやりかけなもんで。また鉛の兵隊のおもりかよ。退屈ならお手伝い願えると助かるんですが。冗談じゃなか。油だらけになるぐらいなら寝てた方がましたい。どいつもこいつも若さが長ねえんので。ジョルジュ、休んでいられるのも今のうちだよ。会議での方針が出たらのんびりもしていられないからね。望むところたい。なんばぐずぐずしよっとかいね。決めるところはビシッと決めて早く次の行動へ移ろうぜ。さて諸君、いろいろな意見が出たが要約するところ、我々の前には3つの道が開けておる。一つはこの人民政府樹立の地であるドガをデロイヤ統一の拠点として暫時解放地域を拡大、既成事実をもってデロイヤの独立を連邦に認めさせる。もう一つは首都カーディナルに侵攻、傀儡政権を倒して独立を勝ち取る。さらにもう一つは地球との唯一の窓口である北極ポートを抑えて連邦の傀儡政権への干渉を断ち、デロイヤ統合を目指す道。現実にはそれぞれに厳しい条件が錯綜し、どれも実現するには困難と犠牲が伴う。我々の理想であり目的はデロイヤの真の独立であるが、そこに至る道は以上のように3つある。どの道を行くがいいか、また行くべきか。ここで諸君らの忌憚のない意見を聞かせてもらいたい。いかがですか。変わりない。死ぬも生きるもはっきりさせていただきたいですな、閣下。こちらにも都合がある。兄、ホームにて急なことが起こりましたので失礼します。急げ。親愛なるデロイヤ州議員の諸君、我がデロイヤが150年にわたる苦難に満ちた地球連邦植民地支配を脱し、独自なる文明、独自なる文化、独自なる生態を持ちながらなお人類一体の協調を求め、あえて地球連邦の一員として永遠なる平和と繁栄を期し、その礎とならんと州民一致しての政権なる努力をよそに、現実を無視し無謀にして請求なる答えを求めて、一部過激なる独立主義ゲリラたちによるパルミナ地区ドガシの選挙は歴史の歯車を逆転させかねない暴挙であり、このまま放置すれば地球連邦軍の干渉を招き、強いてはデロイヤ人150年の悲願であったデロイヤにおけるデロイヤ人の自治権放棄をも予感させる一大事件と言える。大差めえ勝負に出たな。そこでデロイヤは連邦内での自治権をかけて不退転の決意をもってこの事変に当たらねばならない。つまりデロイヤ8軍のみでのドガ奪回である。
賛同を感謝する。お待ちください。ホンシュタイン代表、そして親愛なるデロイヤ議会の皆様、緊急会議中での突然の発言をお許し願いたい。代表のご意見を伺い、次州デロイヤへの深い愛情と勇気ある決断に強い感銘を受けました。ですが残念ながら非常に危険な決断だと申し上げなければなりません。目下ドガを占拠している反乱軍がなかなかに手強い軍事力を有しているのは事実であります。もし8軍のみで作戦に当たり万一ドガ奪回に失敗した場合、事変が長期化する恐れが大であります。反乱軍は独立デロイヤを占しております。鎮圧が長引けばデロイヤの自治に対し異論が出ないとも限りません。ここは万全を期して連邦軍の参戦を仰ぎ、速やかなる紛争解決を図ることが上策かと思われます。補佐官、貴君のデロイヤへの友情と配慮には感謝するが、この場はデロイヤの公なる決議の場、一地球人の試験は控えていただきたい。試験？代表、先ほど申し上げたことは試験ではありません。連邦評議会議長ドナン・カシム閣下の勧告です。わしはそのようなことは議長から伺ってはいない。ご不幸にも議長が発作を起こされた時は私も同席しておった。補佐官、貴君は連邦評議会議長の補佐官ではあってもデロイヤ州政府にとっては一地球人に過ぎん。先ほどの意見は貴君のデロイヤをおもんばかる心が言わせた勇み足と判断する。速やかに退席していただきたい。退席お願いしたい。補佐官、貴君はデロイヤ州政府にとっては一地球人に過ぎん。確かに奴の言う通りだ。私はドナン・カシムの補佐官に過ぎない。閣下があのままだとすれば。ああ、先生、お忙しいところ申し訳ございません。いいえ。正直言って予断を許しません。今まで執務されていたのが不思議なくらいです。一介の医師の私の口から申すのもなんですが、万が一の不測の事態に備えられた。デロイヤの規律ある自由ある主権は今こそ我が八軍が守らねばならん。確実なる前進に目をつぶり、性急にして無謀、過激にして野心に満ちたゲリラたちの手からドガを、そしてパルミナを取り戻してくれるものと私は信じる。デロイヤよ、待ってるがいい。一介の補佐官としてでなく必ず戻ってくるぞ。200年前の将軍を気取るわけじゃないが、アイシャルリターンと言わせてもらうか。解放議会はいくつもの愛路をくぐり混迷を続けた。この戦争の最終的に帰結するところがどこにあるか、軍人である私には予測のほかですが、当面はやはりドガ防衛ですな。独立を戦したといっても軍事面では8軍の方がまだまだ上です。攻めるには守ることに比べて少なくて3倍の戦力が必要です。俺も少佐の意見に賛成だ。ここは8軍と連邦軍の出方を探る意味からも
土が防衛に全力を注ぐのがいいと思う。なるほど。解放議会の体制は土が死守に傾き、解放軍は全力を挙げて土川湾の防衛線を強化した。きつかジャルジュ、休んでる暇はねえぞ。わしは育ちがよかけん力仕事には向かんとよ。ジョルジュ、こっちと変わろうか。よかよか、クリン君君にやらせてあげよう。おお、悪い悪い。動かねえもんだからてっきり砂袋と間違えちまって。やってるな諸君。ジェロクだ。ジェロクさん。諸君、差し入れだ。いやうまい、生き返ったぜ。諸君、いよいよ来るぞ。さっき情報が入った。敵はすでにカーディナルを立った。それでドナンの病状は？はっきり申し上げて予断を許しません。あなた、お父様が。聞いた。お久しぶりです。で、どうなんだ父の容体は？今奥様にもご報告申し上げたんですが、それがあまり良くないのか。困った。こんな時に限ってクソ。いかがいたしました？君も知ってるだろう。例の予算委員会で僕の推した案が難航してるんだ。父のプッシュが必要だったんだ。よりによってせめてあと半月後だったら。兄さん、そういつも父さんだって助けちゃくれないさ。なんだと？いつも父さんを頼りにしてるとこういう時困るってわけさ。貴様ってやつは人の不幸がそんなに面白いのか？人の不幸ってかわいそうなのは親父じゃないか。俺はそんなことを言ってるんじゃない。それでは私はこれで。補佐官、今夜はここへ泊まっていけばいいだろう。そうですよ、そうなさい。公務もございますし、宿も取ってありますので。では失礼いたします。補佐官、待ってくれたまえ。今晩は君と飲めると思ったのに残念だよ。ご用件は？その後例の物件の注文がないんでどうしたかと思ってね。追ってまたご連絡いたします。では。頼んだぞ。このうちも終わりだな。脆いものだ。バカに静かだぜ。本当だね。明日にも八軍が攻めてくるなんて思えませんね。誰だ？長井さんですよ。バカだなだ。たかが地球の一つや二つ星く綺麗な星だなせ。さっと。なんだ？小魚の集団疎開。来ただなせ。来たんだなせ。おい解放軍将軍、来ただなせ。どうしたなし？海から何かがやってくるだなせ。何と？何にも来ねえじゃねえかよ。なんか見えるかロッキー。確かに何か来る。戦闘準備だ。はいな。来た。敵？
ああ、海面にライトを向けて待機だ。オッケー。聞こえるかクリーン。ああ、聞こえるよ。来るのは多分石膏隊だ。こっちが先手を取れる。リニアカノンでお出迎えだ。オッケー。来たぞ。クリーン、12時の方向正面だ。キャナリー、点灯用意。まだだ、ちゃんと出てからだ。キャナリー、点灯。よっしゃ。今だ。キャナリー、このジェイさん、ゴーしないで。乗れ。開けるか。こっちだってシールド装置がついてるんだ。あ、ヘリだ。そったれが。離せよ。一気に逃したか。なんなのあれは。来た来た、来やがったぜ。来ましたね。来た。ドガ奪回にホンシュタイン政権の命運をかけて怒涛のごとく攻め寄せる大艦船軍。受けてザルツェフはこの一戦に生まれたばかりの人民政府の存続を占う。戦火を遠く離れた地球では時代の権力を握らんとする若き野心家が策謀を巡らせていた。次回威信かける海戦 Not even justice. I want to get truth. 真実は見えるか。星が流れて願いをかけて二つ数えて夢砕け恋しさかけらのフラッシュバック心細さに後振り向けば幼い夏の日スローモーション